ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の姿勢、ウィズコロナ政策への転換が失敗していることを取り上げようと思います。中国は常々意味不明な行動をすることがあるわけですが、今回の新型コロナへの対応というのも、やはりおかしな行動というものが様々なところに現れています。今回は、そうした中国の無茶苦茶な政策の一つ、新型コロナへの対応を見ていきましょう。では、中国で今どのような問題が起こっているか関連ニュースを見ていきます。解熱剤が足りない。ゼロコロナ緩和の北京で感染急増。中国の首都北京市は新型コロナウイルスの急速な感染拡大に対処する中で医薬品の不足に陥っている。当局が新型コロナ規制を緩和したため限られた医療資源が逼迫していると医療従事者は危機感を募らせる。約2200万人の人口を抱える北京市ではコロナ患者を見る指定医療機関があっという間にいっぱいになり、一部の病院では解熱鎮痛薬、イブプロフェンとアセトアミノフェンの供給制限が始まった。同市の感染拡大の中心とされる地区では薬局の棚から解熱剤や簡易抗原検査キットが消えてしまったと複数の薬局の従業員がフィナンシャルタイムズに語った。リンという姓を名乗る北京市民は子供が高熱を出しているが、どの薬局もイブプロフェンを切らしていると語った。規制緩和後の感染拡大のペースがあまりにも早かったため、準備する時間がなかったという。中国指導部が新型コロナを徹底して抑え込むゼロコロナ規制を緩め始めて以来、北京市は最初の大きな感染の波に見舞われている。中国政府は7日、無症状と軽症患者の自宅隔離を正式に許可した。これは都市封鎖や国営施設での強制隔離、集団検査、接触者追跡といった中国の政策が急速に広がる感染を封じ込められなかったことの表れと言える。フィナンシャルタイムズが今週明らかにした新たなモデル分析によると、中国では今後数ヶ月間にコロナ感染の冬の波によって100万人もの死者が出る可能性がある。2023年1月の春節、旧正月の大型連休には数千万人の中国人が帰省するとみられ、ウイルスが大都市、中心部から無防備な農村部へ拡大するリスクが高まっている。14億人の国民のほとんどは一度も感染したことがない。中国製ワクチンの接種は受けているが、メッセンジャー RNA 技術を用いた外国製ワクチンに比べると重症化予防効果は低い。8日夕刻、北京市民が医薬品を買いだめしようと北京市中央地区のあちこちで薬局に行列を作っていた。イブプロフェンを買うために並んでいるならうちにはない。ある薬剤師は凍える寒さの中で待つ数十人の列に向かってこう叫んだ。北京市の救急外来はすでにコロナ患者が殺到していると報告しており、市は94の指定医療機関に患者を振り分けようとしている。北京市のある医師は発熱外来は完全に混乱をきたしていると語った。患者には治療を受けずに自宅療養するよう勧めているという。当局が市内の限られた病床を重症患者向けに確保しようとする中、地元メディアもそうしたメッセージを発信している。ある発熱外来の事情を知る関係者によると、現場は患者で溢れ返り、医師は不足している。この病院は他の診療科の医師を発熱外来のシフト勤務に送り込んでいるという。誰もが24時間連続で働き、24時間休んで、また次のシフトに入る。2021年に北京大学公衆衛生学院が行った研究で、北京市はそうした感染の波への備えができていないと指摘されていた。この研究によると、市内には発熱患者を専門的に見る医師が約500人いるが、これでは少なすぎるという。北京市の病院では、発熱外来を受診する人の行列が駐車場まで伸びていた。ある発熱患者はもう2時間も待っていると嘆いた。マーハンさんは妻が5日に発熱した後、友人たちを頼りに薬と抗原検査キットを探したと語る。インターネット上のオンラインショッピングを調べ尽くしたが、どちらも在庫がないか、即日配達が不可能だったためだという。中国の他の都市では、2022年に入ってからの広範な都市封鎖を背景に、住民が医薬品などを備蓄している。上海市の病院のある医師は、コロナ規制が突然緩和されたため、すでに過重労働を強いられている市内の医師は、すぐに患者の急増に直面することになると語った。上海の病院はこのところ、通常医療をほとんど維持できていないと、この医師は漏らした。中国はこれまでゼロコロナ政策をとってきました。感染者が見つかれば、その感染者がいる地域そのものを一気に封鎖して、
人々の流れを制限し、感染がそれ以上広がらないようにしたのです。これによって中国以外を見れば多くの人々が感染し亡くなっているが、中国国内ではそのようなことが起きていない。だから中国共産党は素晴らしいというプロパガンダを展開してきたのです。しかし、都市封鎖には一つ問題があります。それは中国国内にだけウイルスがいるのであれば、そのような行動制限をすることによってゼロコロナを実現することもできます。しかし、これは明らかに世界との関わりを無視した全くの無謀な政策に過ぎません。なぜならば、中国から一気に世界へと新型コロナウイルスは拡散しました。このパンデミックの状態が発生している以上、中国国内だけで都市封鎖をしたところで、新型コロナウイルスは一切なくなるわけではありません。世界との人々の交流がある以上は、どこかしらから新型コロナウイルスは入ってきて、それに伴って感染拡大がするものなのです。さらに言えば、都市封鎖というのは経済活動を大幅に制限するものであり、経済的な打撃を無視することはだんだんと厳しくなってきました。特に不平不満が溜まってきた人々というものはどんどんと増え続けており、ここ最近起きたゼロコロナ政策に対する反対運動の中では、政策そのものをやめろではなくて、そこからさらに一歩進んで、習近平は辞任せよ。習近平政権は退陣せよというより大きな政権批判へとつながったのです。こうした抗議活動そのものは中国国内では報道規制がかかり、多くの人々は知らないふりをしている状態です。そして中国政府としても抗議活動の結果としてなどということを認めない形でゼロコロナ政策を転換し始めました。都市封鎖をするのではなく、あくまでも自主的な自己隔離であったり、都市封鎖まではしないような形での感染の拡大防止策へと切り替えてきたのです。しかし、こうした政策の転換そのものについても、急激に行われたために、感染拡大が一気に進むということを前提とした準備はされていませんでした。ですから今回取り上げる記事のように、検査場がほとんどのところで閉鎖され、誰がかかっているかもわからない。しかし、感染拡大そのものは進んでしまっている。病気にかかる人は多いのだけれど、それに対応する体制が全然できていないから、薬などもどんどんと切れてしまうという状況が発生しているわけです。フィナンシャルタイムズはこのような、今まではゼロコロナ政策だったのにそれを急激に転換すれば、多くの人々が国内で移動し、それに伴って急激に免疫が全くない人々のところへと一気に感染が拡大することから、多くの人々が亡くなってしまうだろうという予測をしています。しかも中国がメンツをかけて開発したワクチンはその効果は疑問視されているものであり、ワクチンを打ったからといって十分な重症化予防効果は期待できないかもしれないのです。なお、今回の動画の中で一つ気をつけなければならないのは、都市封鎖というのは時期さえ間違えなければ非常に有効な手段です。例えば感染者が1人2人見つかった段階において、その周辺の人物たちを移動制限をかけることができれば、新型コロナウイルスはパンデミックを起こさずに、中国国内のある地区で感染拡大を抑え込めた可能性は一応あります。しかし中国はそのようなゼロコロナ政策を最初の頃はしませんでした。例えば、何かおかしいなと思った医師が新しい感染症が出たかもしれないと公表すると、中国政府は何をしたかといえば、その医師に対して国内に不安や恐怖を伝染するような危険な活動をしたとして、そのような警戒情報を出していた医師に圧力をかけて何も言わないようにしたのです。しかもその後感染拡大が実際に起こった後においても、ゼロコロナ政策どころか情報を隠蔽して国際的な感染症情報を集めていた WHO にも報告を行いませんでした。ですから、ゼロコロナ政策を本来であれば一番最初にすることが最も効果的なわけですが、そのようなことができないまま、新型コロナウイルスは中国国内で一気に広がり、そこから世界へと広がっていく状況を生み出したわけです。ですから、本来であればゼロコロナ政策というのは、一番最初の時期にこそ、しっかりと行わなければならないものであり、世界中に感染者が生まれてしまった後で中国国内だけでゼロコロナ政策をしたところで全く意味はないのです。なお、新型コロナウイルスそれ自体はデルタ株やオミクロン株へと変異をしている中において少しずつ致死率は下がってきました。現在ではおおむねインフルエンザウイルスと同等かそれ以下だと考えられています。しかし、こと中国においては
今回の記事で指摘されているように、ワクチンの効果があまり望めない中国製ワクチンを使っていることや、そもそもほとんどの人が感染していない状態で感染力の上がっているオミクロン株が広がれば、たとえ致死率は下がっていたとしても、総患者数がものすごい数に膨れ上がって、そのために医療施設がパンクし、亡くならないで済んだかもしれないような人たちまで亡くなってしまうかもしれない。そのような危険な状況が生まれる可能性が指摘されています。中国政府が一番最初にすべきだった政策をしなかったことのそのツケというものが回り回って今になって大きな問題を引き起こすかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。中国国内において新型コロナウイルスへの対策が政策転換がされました。しかし、この政策転換に伴って中国政府は何か国民向けのメッセージを発しているわけではありません。ウィズコロナ政策へと踏み切るということは、そのための準備をしなければならないのですが、中国政府にはその準備をしていた形跡はありません。今後中国国内において感染力の上がったオミクロン株を中心とした新たな感染拡大が大きな問題になる可能性は非常に高いと言えるでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと今回の動画を見ての感想をぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。